エスパのカリナとイッチのリュジンが仲良くなったきっかけにほっこり。グループや事務所を超えての2人の公開イチャイチャを覗き見していきましょう。K-POP アイドルたちがメンバー同士はもちろん、グループを飛び越えて仲良くしている様子は K-POP ファンダムにとっては尊いが溢れて仕方がないですよね。それが推しグルの推しメン同士だった際にはもう、今回はエスパのカリナとイッチーのリュジンのエピソードが可愛かったのでご紹介していきたいと思います。リュジンとカリナといえば、リュジンがカリナをチャギと呼ぶほどとっても仲がいいことでも有名。以前リュジンがイッチ公式インスタグラムアカウントを通してライブ配信を行った時に、深夜2時を過ぎライブを終えようとしたタイミングで、リアルタイムで配信を視聴しに来たカリナからリュジンにメッセージが。カリナからのメッセージの通知を見て満面の笑顔になると、リュジンはファンに、今さっきトークが来ました。エスパのジミンさんから私のライブを見ていると話しチャギからのメッセージにニヤニヤを隠せないようでした。カリナから送られてきたメッセージによると、カリナは夜10時半から寝ようと努力をしていたものの、眠れずリュジンのライブを見に来たよ。リュジンのライブは深夜1時半頃から2時過ぎまで配信されていたので、カリナはなんと3時間以上も眠れずにリュジンのライブ配信を見ていたようです。リュジンは配信を見ているファンに対して、携帯を切ってすぐ寝るようにしてくださいね。わかりましたか？と声をかけると最後にはカリナに向けて、バイバイ、チャギ。ああ、そんなのキュンとしちゃうよ。ちなみにリュジンがチャギという呼び名を使うのは、イッチーのメンバーのチェリョンとカリナの2人だけらしく、かなりカリナのことが大好きなのですね。カムバックの時期がかぶったり、歌番組で共演した際には一緒にスマホで自撮りしたり、アイコンタクトを取ったりして、よくイチャついている様子を見せてくれます。軽く両グループの現状をチェックしておきましょう。エスパは11月10日、フォースミニアルバム、ドラマをリリースしカムバックの活動中です。TikTok チャレンジにも力を入れており、先日同じく11月にカムバックしたENHYPENと TikTok でコラボしていたのですが、顔面偏差値が高すぎて画面割れそうでした。キスンとカリナは需要ありすぎ。氷の王子様ソンフンと冬子、もう画面が冬。ニンニンあんなヒールなのにソンフンとの身長差。ソンフン冬子とニンニンだなんて贅沢やぞ。何この綺麗な人しか入れない空間。もうこれはお姫様と王子。高身長イケメングループのENHYPENと並ぶことで、エスパのお姫様感が増して眼福の TikTok コラボでした。詳しくはこちらでご紹介しております。イッチは7月のケーキ以来、約6ヶ月ぶりのカムバックを1月に控えており、最近カムバックを予告するティーザー映像を公開しました。新アルバム、Born to Be には、タイトル曲、アンタッチャブルをはじめ、各メンバーのソロ曲を含め計10曲が収録と、ソロ曲には MV も用意されるということで、これは楽しみ。アルバムは1月8日18時発売。2月からはワールドツアーも開催される予定です。しかしメンバーのリアが9月から極度の緊張と不安症状により活動を休止しており、カムバックとワールドツアーには不参加になることが JYP より発表されています。リアちゃん心配ですね。実はリアの体調の異常は結構前から始まっていたのではないかと噂されており、それを裏付ける映像とリアがファンへ送った直筆のメッセージについてはこちらでご紹介しております。イッチーとエスパの絡みについては推し学でも以前取り上げており、パニックになったカリナ姫をリュジンが包み込む様子がイケメンすぎたエピソードをご紹介しているのですが、キュンです。10月10日に韓国で開催された音楽授賞式 TME で出演アーティストたちが全員で集合写真を撮影しようと集まった時、エスパは後方に集まり、控えめにカメラに映ろうとしたそうなのですが、カメラの向きが変わりエスパが一気に最前列に。前にいた男性アイドルたちとカリナが対面する形になると、カリナは仰天してメンバーを置いてその場から逃げ出してしまったのです。カリナが逃げた先にはリュジンがおり、リュジンがカリナを抱き寄せるとカリナも落ち着きを取り戻したのですが、
逃げ出しちゃうカリナ可愛すぎるし、リュジンイケメンすぎるし、ただただありがとう。別グループの推しと推しが仲良くしているものほど尊いものはない。カリナちゃんがびっくりした草食動物みたい。リュジンかっこよすぎる、惚れる。この組み合わせはやばい。逃げ出したカリナ姫を包み込むリュジンがめっちゃイケメンだ。とただただ幸せを運びました。そんな尊い姿を見せてくれたエスパとイッチ。一体どうやって仲良くなったのでしょうか。カリナがリュジンと仲良くなったきっかけについて話してくれました。カリナとニンニンが MBC のラジオ番組「正午の希望曲キムシニョンです」に出演した時のこと。エスパとイッチは隣の控え室で挨拶を交わしたりしていたものの、お互いに顔色を伺う気になる存在になっていたらしく、カリナはイッチと仲良くなりたいと思っていたようなのですが、実はカリナ自身はとても人見知りで、なかなか話しかけられずにいたそう。おそらくお互い仲良くなりたいと思ってもじもじしていた中、先に声をかけたのはイッチ。エスパのためスイカジュースを買い、仲良くなりたいですと声をかけてくれたようです。ストレートな告白。イッチの勇気ある行動をきっかけに、ついにイッチと仲良くなることに成功。今やカリナとリュジンは大親友なことも広く知られています。カリナはリュジンについて、デビューして初めてできた芸能人の友人と話していました。仲良くなりたいと憧れの眼差しを送っていた相手からジュースを渡されながら、仲良くなりたいですとドストレートに告白されるなんて、カリナちゃん嬉しかったでしょうね。そんな大親友のカリナとリュジン。カリナがリュジンのことが大好きなことがよくわかるエピソードをご紹介します。ルセラフィムのマンでうんちェがホストを務める YouTube 番組うんちェのスター日記にエスパのカリナとニンニンが出演した際、カリナがうんちェに唯一の芸能人の友人の中でイッチのリュジンがいるんですが、うんちェが大好きなんです。この前年末のステージでリュジンが私たちの横でルセラフィムの方々だって言ってて、今回スター日記に出るってリュジンに自慢しました。リュジンの推しメン事情を知っているカリナ、スター日記に出ることを連絡して自慢する仲の良さが最高すぎます。カリナとリュジンがずっと仲良しでいて、仲睦まじい姿をたくさん見せてほしいですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。